黒缶ブッシュというお菓子を皆様は知っているだろうか。今や伝統として古より受け継がれてきたフランスの工芸菓子の一つである。そう、シューを積み重ねキャラメルでコーティングして作るあれである。ちなみに黒缶とはカリカリするものという意味であり、シュークリームにかけられた飴のカリカリ感と中のとろりとしたクリームの相性がぴったりでございます。フランスでは古くよりこの黒缶ブッシュがウェディングケーキとして提供されており、新郎新婦は2人で木槌を使って崩しながら黒缶ブッシュを配るそうです。では黒缶ブッシュとはいつ誕生し、どこで生まれたのか。時は中世、スコットランド。未婚の男女がキャベツ畑でキャッキャキャッキャチャイチャウッチュ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 したのが由来とされております。要するにリア充より生まれ遺伝子産物であり、成人独身男性である私からするとバカしろと一周すべき代物であるが、あえて今回は王道の黒缶ブッシュをギリ一人で食べ尽くせる範囲のサイズで作ってみようと思う。はい、というわけで早速プチシューから作っていってます。牛乳、水、バター、塩、砂糖を鍋に入れて加熱して沸騰直前まで持っていって薄力粉を加えて、練っておりますと。さらに再加熱、デセッシですねをやっていきましょう。鍋の底に薄い膜がつくのがベスト。これテスト出ますよ。シューの作り方はこっちの動画にもね解説してますのでぜひ見てみてください。じゃあ次行ってみましょう。出来上がった生地をボウルに入れて卵を加えていきます。1個ずつだぞ。1個加えたらさっくり混ぜる。馴染んできたら練り混ぜる。混ざったら残りの卵を加える。硬そうだったらさらに卵を加えるの繰り返しで作っていきます。おいおいおい、そこの君、味見してんじゃねえぜ。はい、いい感じに混ざってきましたね。ではシュー生地恒例の上から垂らして逆三角形になるかチェックしましょう。いいですね。次は丸口金をセットした絞り袋に先ほどの生地を詰めていきます。口金はできるだけ細い方がいいんですが、僕の家は手頃なサイズがなかったのでちょっと大きめの口金で動画を撮っております。次に焼成なんですけど、シュー生地が鉄板にくっつかないように前もって鉄板にサラダ油を薄く敷いておきましょう。んじゃ絞っていきますかね。今回はあくまでプチシューなんでそんな大きく絞らなくても大丈夫です。イメージとしては10円玉よりも気持ち大きめのサイズだとベストで、一つポイントなんですが、黒缶ブッシュって下から順番に積んで作っていくんですけど、理想は一番下のシューは気持ち大きめで、上になるほど小さくなるのが理想です。組体操でもね、がたいのいいやつが土台で小柄なやつほど上の方ってね、相場は決まっていますから、この動画だと一番上の列が気持ち小さめに絞っております。ほんじゃあ倍速します。で、今何やってるかっていうと、表面に水塗ってます。水を塗ることで表面が乾燥しづらくなって膨らみやすくなります。いや、霧吹き使えばよくねといったような声が聞こえてきますが、残念。ついこの前私断捨離をいたしまして、その流れで霧吹きも捨てちゃいました。それでは190度に予熱したオーブンで15分焼いていきます。その後180度に落としてさらに10分前後。しぼまないようにしっかり焼こう。でも焦がしちゃダメだよ。さあ綺麗に焼き上がってくれよ。はい、こんな感じで焼けました。いいですね。すごくいい。やっばこれ。では次、中身のクリーム作っていきます。カスタードクリーム作っていこう。用意するのは牛乳、卵黄、砂糖、薄力粉だ。牛乳の中に砂糖を半分入れて加熱していけ。残りの砂糖は卵黄に突っ込んで混ぜるんだ。白っぽくなってきたらふるった薄力粉も入れて、さらに白っぽくなるまで混ぜちゃおう。ちなみにバニラビーンズはバカクソ高いので入れてないぞ。牛乳が沸騰してきたらさっきの卵黄に少しずつ入れて混ぜていこう。こらあんたまたつまみ食いしようとして、あんたお前ダメっつったでしょあんた。ダマにならないようしっかりね優しく混ぜていきましょう。全部混ぜ終わったら先ほどの鍋に戻しましょう。そして中火で加熱だ。そして混ぜまくれ。焦がしたら一貫の終わりだぜ。しばらく混ぜながらふつふつ加熱していると粘り気が出てくるんで、さらに混ぜながら加熱しよう。ネバネバ期が終わるとサラサラ期がやってきます。サラサラの状態で鍋の真ん中がふつふつ泡吹いてきたら火が通ってる証拠。バットにあげちゃおう。ゴムベラカードで薄く伸ばして密着ラップして凍らない程度に冷やしましょう。ある程度熱が取れてきたと思ったら冷蔵庫に移しましょうね。ではその間に生クリームを立てときましょうか。これはもう普通にグラニュー糖を入れて混ぜるだけです。できました。では冷えたカスタードと先ほどの生クリームを合わせてクレームディプロマットを作っていきましょう。これが一番うめえんよ。まずしっかりカスターだけをゴムベラでペチペチしていってほぐしてあげましょう。ツヤが出てコリがほぐれるまでペチペチひたすら混ぜていきます。
ほぐれてきたらさっき立てた生クリームを半分ずつもしくは3分の1ずつ入れて混ぜてあげましょう。いいですね。ほんじゃあシューにクリームを詰めていくんですけど、その前にシューの底に穴を開けましょう。ですね、巷ではこんなね、シュークリーム専用の口金でね、穴を開けながら絞るなんてのもあるんですけどもね、うちにそんなものがあるはずもなく、一体何で穴を開けるんですかというとですね、こちらです。はい。菜箸。いやもうこういうのでいいんだよ。というわけで全てのシューに穴を開けていくんで、ひたすら単純作業が続くんで倍速しよう。ではさっき作ったディプロマットクリームを絞り袋に入れて、さっきの穴に入る程度の口にカットしましょう。できるだけたっぷり絞ってあげようね。端っこの方からじっくりしっかり絞ってあげましょう。だが詰めるのはクリームだけじゃない。君たちならわかるはずだ。そう、愛情と真心。さあでは黒缶物資を作るのに欠かせない型を作っていきます。必要なものは厚紙とクッキングペーパーだ。どちらも100円ショップで簡単に買えるぞ。ちなみにこの動画の厚紙のサイズは A3 サイズです。まずこの厚紙を半分にカットして半円状にカットしていきます。そしてコルネを巻くかのごとくくる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 巻いていきましょう。こんな感じの円錐を作ります。そして剥がれないようにセロテープでしっかり留めましょう。で、この厚紙が土台の基盤となります。そしてこの厚紙の上にさらにクッキングペーパーを同じ形に切ってね、巻きつけていきましょう。このクッキングシートを巻きつけることによって後でシューをここにキャラメルで接着するんですけど、その時に実際食べる時にね、外しやすくなると。食べやすさは大事ですから。はい、こんな感じです。じゃあ次、シューにコーティングするかつ接着用のキャラメルを作っていきます。用意するのは水、グラニュー糖、水飴、バターです。まず鍋に水、グラニュー糖、水飴を入れましてひたすら火にかけていきます。ちなみに水飴は計量するときにグラニュー糖の上に先に剥がっておくとボウルに水飴がひっつかなくなるのでめちゃめちゃ楽です。こちらがですね、冒頭で説明させていただいた黒缶物質の黒缶の部分、カリカリという意味の部分を今から作っていくわけですね。はい、このぐらいの飴色になってグツグツしてきたら火を止めてバターを加えます。バターが飴に馴染むまでね、ゴムベラでゆっくり混ぜてあげましょう。このキャラメルがまたうめえんだ。たまんねえだ。さあでは少し休ませてから接着作業に入りましょう。レッツゴー。はい、では接着作業をやっていきましょう。の前に、今回ですね、作ったシューのうちの半分のシューを上側だけコーティングしていきます。この動画に関してはね、全部コーティングするんじゃなくて、粉糖仕上げとキャラメル仕上げ、半々で作っていきます。はい、こんな感じで2種類の色を作るわけです。いやー、これだけでももううまそうだけどね。じゃあ今度こそ接着していこう。下から順番にだ。でかいやつからつけていこうな。で、接着するときに最初マジでめちゃめちゃキャラメル熱いから、さっき使ってたもんですけど、ピンセットがあるとね、最初キャラメル熱々の時だとね、かなりやけど防げるし細かい作業できるからかなりはかどります。あとはですね、さっき説明した通り、下のシューほどデカめで上に行くほどだんだん小さくなるような感じで積み上げていったらいいのかなと思います。キャラメルと粉糖の場所に関してはもう完全にお任せ。もう好きなとこ置いても好きなとこ。強いて言うなら、隙間があんまり空きすぎないようにっていう意識を持って接着していくといいのかなと思います。じゃああとは仕上げやっていきましょう。仕上げはもう完全にね、アドリブなんですけど、若干隙間空いているところにですね、余ってるディプロマットクリームちょっと絞っていって、で、いちごとね、あとミックスナッツとかミックスドライフルーツとかをね、適当に散りばめて、ミントをね、あしらっていければいいのかなという感じでやってます。やっぱね、仕上げって大事ですよ。やっぱ色合いがあるかないかだけでめちゃめちゃ美味しそうか美味しそうじゃないかってね、もうほんと変わってくるから、できるだけ細かい装飾、できるだけいろんな色、多彩な色をね、つけていくといいのかなと思います。いや、本当はね、ブルーベリーとかもね、つけたかったんですけどね、近所のスーパーに売ってなかったんや。すまんな。はい、ひとまずこちらで完成でございます。いかがでしたでしょうか？黒缶ブッシュ。パッと見ね、ちょっと難しそうかな、ちょっと僕にはハードル高いかなって思うかもしれないけど、工程ごとに分けていけば非常にね、シンプルですので、プチシュー焼いて、クリーム詰めて、キャラメルを作って、型作って、あとはもう組み立てるだけ。で、最後はね、もう好きなフルーツ、華やかな飾りをね、あしらってあげたら、素敵な黒缶ブッシュが出来上がりです。いや、見た目がめちゃめちゃ映えるから、もうぜひね、パーティーとか、お誕生日会とか女子会とかでね、もうこういうのがあればめちゃめちゃ映えるし、今すぐ人気者間違い出したのでね、ぜひとも作ってみてください。というわけで、ぜひとも皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。では、さよなら。